はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。久しぶりの晩餐の料理のご紹介のコーナーですね。半年ぐらいぶりだっけ。しばらくはずっとゲームの動画を録画して、チャンネルに上げていましたけれども、今回は晩餐、毎週日曜日の夜に、僕が SNS で、お酒と一緒に食べている料理を紹介していくコーナーですね。まあ、紹介中でも自分で作ったものであったりとか、てんやもんだったりとか、いろいろあるんですが、早速参りましょう。今回、まず一つ目はこちら。これはおにぎりだね。仕事の帰りに大阪初出店ということで、鬼丸さんのおにぎりを買って帰りました。左下の方から多分なんだけど、ツナ、梅、そんでもって、あれはね、なんだろう、なんとか味噌だったかな。そして右に行って、うなぎ、そしてサバサバ。これ多分ね、焼きサバ、なんかみりん干しみたいな感じだったのかなと思うんですけれども、しそが挟まっていて美味しいやつ。うーん、あの、おにぎりってコンビニエンスストアのおにぎりとか、スーパーマーケットのおにぎりとか、自分でね、海苔を貼って食べるもの、結構好きなんですけれども、このお店の海苔もしっとりしていて、これはこれで美味しいんですよ。何よりも具がたくさん入ってる。うーツナ、梅干し、この辺は定番だったりするんですが、他にも結構いろいろな種類があったおにぎり専門のお店かな。先ほどもお伝えしましたが、インターネットで調べると大阪初出店っていうことだったので、これ、行った時って、オープンしてまだ間もない時だったと思うんです。その時に、ちょっと美味しそうだなと思って、この6つを買いました。普段食べないものから、普段食べるものまで食べてみたんですけれども、おにぎりってやっぱりお米が主役、もちろん具材も主役で、その2つの2種類のコラボレーションを楽しむ食べ物だと思うんですが、お米も美味しかったね。うーん。そこに海苔と、そして具材がたっぷり。あの、僕おにぎりって、具材って、ほら、おにぎりの真ん中に埋め込まれてるもんだと思ってたんです。昔ながらのおにぎりかな。最近というわけじゃないけれども、おしゃれなおにぎりになってくると、そのおにぎりの上のところに乗っかってるものが多いじゃないですか。あれはちょっとね、衝撃的だったのよ。あ、具材が見えてる、分かりやすい。そういう話じゃないんだけれども、上に乗っかってるっていうのは、上に乗っかってるっていうことは、ほら、おにぎりって上からかぶりつくじゃないですか。上からかぶりついたら、もうあと白飯だけじゃんって思ってたんだけど、ちゃんと中にも入ってるんですね。うまいこと考えられてるわ。その、食べる人を、失望させない作り方。そんでもって、一番最初のインパクト、見た目からのインパクト、これを、うまく見せてるなーって思うようなおにぎりでしたね。もちろん、このお店さんだけじゃなくて、他のお店さんでもそういうやり方をされているところはたくさんあると思うんですけれども、結構リーズナブルなお値段で美味しくいただきました。この6つの中で一番美味しかったのは、このね、サバのやつ。前お話ししたかなと思うんですけれども、僕結構サバが好きなんですよ。焼きサバ、そしてサバの煮込み、そして味噌煮とか、小学校の給食の時にちょこちょこ出てきたんですよね。サバの味噌煮が。骨もある程度、取ってくれてて、そして残った骨もホロホロと食べられるような、感覚としては缶詰のサバの味噌煮あるじゃないですか。あれみたいな感じなんだけれども、もちろんフレッシュなサバ、が給食で出てきたんですね。それが
ご飯と一緒に食べると美味しい。僕の小学校の頃って、ご飯とパンが、交互にやってきたんですよ。まあ、例えるならば、月曜日がご飯の給食だとすると、火曜日はパンの給食、水曜日はご飯の給食という感じで、テレコにご飯とパンがやってきてたんですね。このサバの味噌煮が出るときは、もちろんご飯の時だったので、他の副菜と、あと味噌汁と一緒にもう美味しく食べたんだけれども、学校、まあ、そのクラスで欠席の人が出ると、給食が余るじゃないですか。そうなった時って、余った給食を、まあ、欲しい人、手挙げてください。じゃんけんで決めましょうという、まあ、奪い合いだったわけなんです。このサバの味噌煮っていうのも結構人気なので、じゃんけんのハードル、高かったね。うまいことじゃんけんで勝って勝ち取った子っていうのは幸せだったと思う。小学校の給食で人気のあるメニュー、まあ、ベスト5ぐらいに入ってきたかな。サバの味噌煮。うん、魚ってお肉とまた違って、結構お子さんって食べにくい、ちょっと苦手っていう子が多いと思うんだけど、このサバの味噌煮は、そんなこと関係なくて、みんな大好きだったと思う。まあ、中にはね、ちょっと苦手っていう子もいたかもしんないんだけれども、それが考えられないんじゃないかなっていうぐらい人気の料理でした。まあ、これは味噌煮ではなかったと思うんだけれども、なんだろうな、味がね、しっかりと染みて、ご飯と、で、ちょこっと見えるかな、あれね、黄色いのが見えてると思うんですよ。これね、多分卵焼きだったと思う。この卵焼きと、まあ、うまいこと、なんだ、サンドイッチ、おにぎらずっていうのかな、まあ、握ってるけど、みたいな感じで、卵、ご飯、海苔、そしてしそ、サバ、ネギという感じの、このミルフィーユ構造っていうのがすごく美味しかった。うん、だから2個買っちゃった。おにぎり1つもこのおにぎりと、あと味噌汁で十分な晩酌になると思いますので、これはね、一押し。まあ、このお店に限らず、おにぎり専門のお店っていくつかあると思うので、もしよかったら皆さん一度、そのお店でおにぎり、専門的なおにぎりを買ってみてください。さて、続いてはこちら。あんまりね、僕の家では作らないんだけれども、今回ちょっと、まあ、見た目的なものも考えて、あとね、あのエビが、皮付きのエビね、殻付きのエビがスーパーマーケットで安かったので、7、8尾ぐらいかな、8尾ぐらい。8尾ぐらいで、半額で300円ぐらいだったので、あ、こりゃ安いわと思って買ってきました。それをエビチリソース風にしました。この、エビチリのソースは、スーパーマーケットで売っている、まあ、そのなんだ、エビチリのタレというか、ソースというか、それを絡めたものなんですね。ただ、エビに関しては、そのまんま、焼いてソースに絡めるじゃなくて、多分なんだけど、ちょっと前の出来事だから、あれ、なんだっけ、ほら、パウダー的なやつ、ほら、出てこない。もう、お年寄りだね。そう、片栗粉。そう。片栗粉をちょっとだけまぶして、で、フライパンで油ひいて、少しだけ焼いた後に、エビチリソースを絡めて食べたと思うんですね。で、ネギをちょっとだけ、中に入れて、もう本当にそれだけのシンプルな料理なんです、これって。でもね、甘酸っぱさ、そしてちょっとこう辛みのある、テイスト、味がね、美味しかった。中華料理屋とか、あとそれこそさっきお話しした、給食とか、昔ね、うーんと、まあ、お仕事で結構いろんな、お店さん、まあ、スーパーマーケットとか、あとデパートとか行くことがあったんですよ。そういう時に社食とかで出てくる時以外にはなかなかエビチリって食べないんです。もう特に家でなんかめんどくさくて作らない。そして、エビ自体がこれね、前にも話したかもしんないんだけど、あ、話したね。あの、エビって料理の仕方によっては僕ちょっと受け付けないんですよ。
アレルギーとかではないんだけれども、ちょっとね、喉がイガイガになっちゃうんですね。うん。で、これがあって、あんまりエビっていうのは、自分で料理するときに、ちょっと敬遠してたわけですね。敬遠してたわけです。敬遠ね。敬遠してたんだけれども、このエビチリは良かった。大丈夫だった。うん。フライ、天ぷら、そしてこのエビチリ、は大丈夫。生のエビと、そしてお寿司のエビ、これダメなんですよ。喉がイガイガになっちゃう。だからそういう意味で、ちょっと離れてたんだけれども、美味しかった、これは。できたら、白ご飯じゃなくて、チャーハンと一緒に食べたかったかなという感じだね。チャーハンとエビチリと、あと、ちょっとこう、中華スープなんかがあるといいかな。うん。中華料理店の、定食、お昼のランチみたいな感じができたらいいかなと思ったんだけれども、その時は白ご飯と、お味噌汁だったかな。味噌汁はもう毎日じゃないけれども、大概作っておくので、中の具材は味噌汁は、わかめとか、あと豆腐とか、揚げとか、あと玉ねぎとかね。時々キャベツが残ってると、キャベツなんかも放り込んだりします。あと大根美味しいよね。そういった具材のお味噌汁。これ、お味噌汁って、地域によっては、お味噌汁じゃなくて、おみおつけって言うんだっけ？いや、なんかね、昔なんかのアニメでね、そうやって言うてて、おみおつけってなんだって調べたら、お味噌汁だったんです。地域というか、昔ながらの言い方なのかな。わかんないけれども、皆さんはお味噌汁のことを何と呼んでいますか？おみおつけと呼んでるところありましたら、その地方教えてください。ほんで、続いてはこちら。うどんですわ。これね、スパゲッティのカルボナーラのソースだったと思うんです。そこに買ってきたベーコンを刻んで入れて、で、確か、カルボナーラなんだけれども、うどんで作ってちょうだいねっていうソースだったと思う。多分だよ。うん。で、えーカルボナーラってスパゲッティですよねって思ったんだけど、カルボナーラの味自体は嫌いではないので、卵とそしてチーズかな。ちょっと絡めるようなソースだと思う。本場のカルボナーラって、なんか、結構いいチーズを使ってたりするんだっけね。これは、ある意味こう、インスタントじゃないけれども、簡単に作れるものなので、そこまで、高いチーズを使ったものではなかったと思うんですけれども、チーズが苦手な人でも、食べられるような感じの、カルボナーラだったと思う。そこまでほら、チーズの臭みがないというか、チーズって美味しいんだけれども、癖になるんだけれども、ある意味その、珍味のような、ちょっと匂いがきついものってあるじゃないですか。それが苦手という人もいると思うんですね。でも、このカルボナーラは、結構そのチーズっていうよりは、卵の風味、そしてそのチーズの香りを卵でちょっと良い意味で消してくれたような感じのものだったと思います。うん。そんで、うどんの麺、このうどんの麺に関しては、安く売ってるもの、もちろんその讃岐うどんの、いいうどんのもの、両方使ってもいいんですけれども、僕はスーパーマーケットで20円ぐらいで売ってるようなやつを使ったと思う。だから簡単。結構これ、カルボナーラなんだけれども、食費めちゃめちゃ安かったと思います。ソースとベーコンとうどんと全部含めても多分150円ぐらいだったかな。うん。それぐらいだったと思う。そこに、食パン残ってたものを使ったかもしんないな。うん。ただちょっとね、量が少ないので、プラスアルファ何か他のものを食べてもいいかもしんない。でも、小腹が空いた時にはこれぐらいがちょうどいいかな。うん。カルボナーラ、ファミレスとか、それこそイタリアンのお店とか、そういうところでしか食べない。これを言い出すとさっきもそうなんだけれども、あんまり普段いいもの食ってねえなという感じなんです。あんまりその、
レストランっていう言い方というか、外食をするときに、僕は、その、イタリアンとかあんまり行かないんですよ。というのは、それよりも白飯食べたいから。だからこう定食が置いているお店とか、それこそ丼物が置いているお店とか、そういうところについつい入っちゃうんですけれども、たまには家でちょっとこう、なんだ、シャレオツな食事をしたいなと思ったのかな。いや、多分ね、単純にスーパーマーケットで、このカルボナーラのソースを見つけて、あ、安いじゃん。あ、うどんあるじゃん。じゃあちょっと作ろうかっていう感じだったと思う。でも、不思議なことにベーコン入れてるんだよね。ベーコン。これ、多分ベーコンそうだ、思い出した。あのね、中に、このソースの中にベーコン入ってたんです。でも、これじゃ少ないなと思って、プラスアルファ入れたのがこれですわ。うん。だからなんで家にベーコンはあったのかなと思って。まあ、時々ね、それこそ本当にお酒のあて、つまみでベーコンを切って食べる時ってあると思うんですけれども、それが残ってたのかなと思って。うん。ちょうどタイミング的に良かったかな。ベーコンはこういう時にも使えるし、あとハムエッグとか朝食にも使ったりするので、使えるので、買い置きのベーコンを使ってカルボナーラを作りましたという感じですね。もうちょっとなんか入れてもよかったかな、具材ね。玉ねぎとかでもいいと思うし、うーん、そうだね。なんかこう緑っぽいものが欲しいね。そういうのがあればいいかなとは思いますけれども、これはこれでシンプルなカルボナーラで美味しかったです。よかったね。さて、続いてはこちらの料理。これはね、今回の中では一番美味しかったし、簡単だったかな。アサリの酒蒸しです。酒蒸しとは言うものの、ちょっとこう、醤油なんかを入れて、味をしっかりつけたものということかな。ね、アサリ、貝ですよね、シェルね。昔子供の頃ってね、結構嫌いだったんですよ。その貝の中の、いわゆるその内臓的なところが、ちょっとね、グロテスクに見えたんだね。だから子供がてら、子供だから、いろいろこう料理を解剖したがるんですよ。中身何なのかなって。で、箸なんかで開いた時に、黒じゃなくてね、結構この深緑色の、内臓が、ちらっとこう見えて、ああ、ダメだって思ってた子供の頃、アサリ系の食べ物、だから味噌汁とか、なんかこう、炒め物に出てくるとか、あと、八宝菜とか、そういう中華料理系であったりとか、出てくる時って少しやっぱりこう距離を置いてたんですね。でも、大人になると、もうそんなことよりも味なんですよ。特にね、このアサリの酒蒸しっていうのは、簡単に作れて、そんでもって美味しい、お酒に合う、ビールもそうなんだけど、日本酒いいよね。うん。熱燗でもいいんだけれども、お冷やでクッといく。これがね、もう美味しいんだわ。本当に。でね、昔、とあるお仕事をしてる時に、アサリの酒蒸しを簡単に作れる方法っていうのがあって、あの、砂抜きをしたアサリ、砂抜きっていう行為自体も、僕が料理を本格的に始めるまでは、どうやってやるんだと思ってたんだけれども、いわゆるその、塩水、が作れなければ、家で水を容器に入れて、お塩をちょっとだけ入れて、その中に生きたアサリを入れる。そうすると、アサリが今まで飲み込んでいた砂っていうのを吐き出して、食べるときにジャリジャリ感がなく美味しく食べられるっていう方法なんだけど、その砂抜きをしたアサリを、耐熱容器、よくほら、スーパーとか、あとホームセンターで売ってる、ジップロック的なやつあるじゃないですか。言っちゃったけど。そのジップロック的なやつにアサリを入れて、そしてお酒をその上からちょっと振ります。うん。
んで、電子レンジ、蓋をちょっとだけ開けてね、蓋をちょっとだけ開けて、電子レンジで数分間加熱すると、もうアサリの酒蒸しが出来上がるんですよ。あとそこにおネギを振って、醤油をかけて食べる。もうそれだけ。簡単にアサリの酒蒸しができるっていうことを昔ちょっといろんな仕事でやってまして、そこで習ったんですよね。まあその方法ではないんだけれども、砂抜きをしたアサリをフライパンでちょっと炒めて、で、そこにお酒を振って、で、食べる直前、だからお皿に盛ってからかな。お皿に盛ってから、ちょっと出汁と醤油をかけたかなという感じだと思うんです。あ、じゃなかったかな。炒めてる時に振りかけたのかな、醤油と出汁を。もしかしたらそうだったかもしんない。その方が味が染みるからって。でね、フライパンの上で、殻付きのアサリがカラ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 音を出しながら踊るのが、これがいいんだよ。本当は、あの、キッチンで料理をしながら、お酒を片手に、まあ、つまみながら料理を作るっていう方法ができればいいんだけれども、まあ、それだとちょっと行儀が悪いっていうのもあるので、お皿に毎回入れて、写真を撮って、お酒晩酌をしております。まあでもね、本当にアサリはね、美味しい。回転寿司あるじゃないですか。回転寿司なんかでも、あるところでは、僕はアサリの入った、赤だしを頼みます。場所によっては、ブリね、ブリの、赤だしがあるんだけれども、それはそれで美味しいんです。だけれども、もしあるならば、アサリの赤だしの方を頼んじゃう。時々ジャリってするけれども、まあ、それはそれで愛嬌かなと。アサリの、まあ、旨味っていうのはそういうもんなのかなと思って食べてます。うん。まあ、このアサリをきっかけに、貝類っていうのは結構好きになったかな。シジミとか、あとね、ハマグリはね、これは美味しいわ。漁港さんなんかで、もう本当に取れたてのハマグリを網の上で焼いて、醤油垂らして、お酒ちょっと振ってっていうものがあるじゃないですか。バターとかちょっと置いたりして、あれとかもうビールと一緒に食わせてくれよと思うぐらいに、貝はね、好き、美味しい。うん。あの、サザエの、網焼きっていうのかな、つぼ焼きか。うん。あれもね、ちょっとやっぱりこう苦味があるんですけれども、あれも美味しい。やっぱこれが大人の味なんだねって思う。40何歳になってわかるわ。若い頃はやっぱちょっと苦手だったもん。冷凍のアサリっていうのも、身だけのやつね、あるじゃないですか。あれもね、時々買います。保存が効くし、味噌汁にも入れられるし、時々、片焼きそばを作るときなんかも入れられるしね。この貝から美味しいエキスも出てくるし、結構万能だなと思って使ってます。保存が効くのはいいよね。さて、今回最後の料理はこちら。スパゲッティボンゴレだったかな。トマトソースが、まあまあ見た目からもわかるようにだったと思うんだけれども、そこに、肉団子、うん、ミートボールを入れて、そんで、しめじっぽいもの入れたっけな。うん。そんで、ピーマンを輪切りにして入れて作りました。これもね、多分、スーパーマーケットでトマトソースを買ってきて、あ、美味しそう、作ろうと。で、確かね、冷凍のミートボールがあったので、それを使おうかなって思ったんです。で、その時にイメージしたのが、あ、これが作りたいなってイメージしたのが、アニメのアニメのルパンの映画のカリオストロの城、うん、あの中で、結構ね、序盤の方だったかな。レストランでルパンと次元が、こういうパスタを食べてるのよ。肉団子いっぱい入ったパスタを食べてるんですよ。それをね、イメージしたの。まあ、それよりは、ミートボールがかなり少なめだけれども、スパゲッティ、いわゆるその、麺とパスタとミートボールっていうのが合うよね、そして食べたいよね、ガツンとお腹に入れたいよねって思って作ったのがこれだったと思う。うん。で、ちょっと、スパゲッティに入れるときって、このピーマンの切り方をちょっとだけ考えるんですよ。いつもだったら、
縦にね、切って、半分に切って、もう半分に切って、もう半分に切ってという感じで、ちょっとこう縦長のね、ピーマンになるんです。野菜炒めはそんな感じ。でも、スパゲッティとか、作らないけど、ピザとか、そういう時は、輪切りにします。ちょっとこの方がおしゃれっぽくない？うん。あんまりそのピーマン感っていうのもなくなるし、つまりその苦味っていうのがね、少し薄らぐかなという感じもするし、上からパラパラっとパセリをかけてて、少しこう緑を補った感じですね。で、それだけではちょっと寂しいなと思ったから、冷蔵庫に眠っていた多分キノコしめじっぽいもの。いや、違うか。あの、マッシュルームか、もしかしたら。うん。あのね、マッシュルームの話も以前したかなと思うんですけれども、時々安い時があるんですよ。うん。えっと、ワンパック7個とか8つ入って、本来だったら多分100円ぐらいかなと思うんだけれども、50円、60円ぐらいの時があるんですね。そういう時のマッシュルームをまとめて、でもね、これまとめて買うんだけれども、結構保存が効かないんですよ。なんかね、熟々になっちゃうんですね。だから早めに料理したいなと思うんだけど、多分それをマッシュルームが安くて売っていたので、それを使ったんだと思う。うん。これも結構昔のことなのでね。うーん。見た目的には美味しそうにできたかなと思うし、フライパンの上で絡めている時に、ミートボールもいい味が出ていたので、これはこれでね、良かったと思う。さすがにアニメのような感じのスパゲッティは作られなかったけれども、見た目的にちょっとおしゃれなのでいいかなと思います。パスタっていうのが結構今回、うどんもそうなんだけどね、出てきまして、今回1、2、3、4、5、5品紹介したんだけれども、そのうち2つが、ケチャップベースというか、ちょっと赤色な感じ。色が偏ってるね。もうちょっとなんかこう、バラエティに彩りよく料理を作りたいなって思うんだけど、美味しい料理って結構偏るんですよ。赤だったり、茶色だったり。うーん、ご飯に合うものってね。その辺もこれからはちょっと注意しながら、晩餐の写真を上げていこうかなとは思っております。はい。ということで、今回も5品、過去の晩餐からピックアップしてご紹介をいたしました。ほとんど、今回のものに関しては、手間暇をかけずにというものがほとんどでしたね。買ってきたものであったりとか、スーパーの、ソースを使ったりとか、でもね、お酒に合うものが結構多かったかなとは今回思います。おにぎりもお酒に合うっちゃ合うんだけれども、どちらかっていうと味噌汁だよね。でも全体的に、晩餐、夜に食べるものとしてはふさわしかったのかなとも思います。さっきもお伝えしたように、ちょっと色味を考えたいなとは思うんですけれども、いかんせん男の料理なので、もう彩り、見た目っていうよりも、ガツンとした味ということを、一応ね、頭の中に入れながらも、でも、見た目も考えなきゃねっていうことも、ちょっと、入れながらも、これからも作っていこうかなと、買っていこうかなと思います。美味しいお酒もいつかご紹介できたらいいなと思いますが、ちょっとね、今みたいに暑くなってくると、もちろん冷え冷えのね、キンキンに冷えたね、ビールもね、美味しいんですけれども、ちょっとお冷やでね、日本酒をちびちびいきながら食べたいなとも思っております。いいお酒なんかがあればね、また教えていただければ幸いです。美味しいビールもね、一緒に。では、今回はこのぐらいで、失礼をいたしたいなと思います。また次回、晩餐の回で、または、ゲームの動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ほんじゃあにー、またよろしゅうにー。